厳選クラシックチャンネルへようこそ。クラシック音楽好きのナコです。今日はシベリウスの代表作、交響詩フィンランディアを解説します。フィンランディアは愛国心あふれる名曲として日本でも大人気の曲です。フィンランド出身の映画監督レニー・ハーリンさんはダイ・ハード2という映画のラストにこの曲を印象的に使用しました。今日の動画ではフィンランディアが作曲された歴史的な背景、フィンランディアのモチーフや聴きどころ、そしてフィンランディアの名演についてお話ししていきます。それでは早速行きましょう。交響詩フィンランディアは1900年、フィンランドの作曲家シベリウスによって作曲されました。当時のフィンランドはロシア帝国の支配下にあり、この頃は特にロシアの圧政が厳しくなった時期でした。1898年にフィンランド総督となったロシア帝国のボブリコフが徹底してロシア化政策を強行したのです。翌年の1899年にはフィンランドの自治権が廃止されてしまいます。フィンランドの法律よりもロシアの法律の方が優先されて適用されることになったのです。さらには反ロシア的な記事を掲載する新聞を発行禁止にするなど厳しい言論弾圧も行われました。フィンランドのジャーナリストたちはこれに猛抗議をします。そして報道と言論の自由を訴える大規模なイベント、報道の記念日を開催しました。このイベント期間中はフィンランド各地でたくさんの愛国的なイベントが行われました。中でも特に注目を集めたのがヘルシンキのスウェーデン劇場で初演された歴史的情景という舞台劇でした。この舞台劇の音楽を作曲したのがシベリウスだったんです。この舞台劇はシベリウスの高い音楽効果によってフィンランドの人々を熱狂させました。特に劇の最後のシーンで使われたフィンランドは目覚めるという曲はフィンランドの抑圧と闘争の苦難と輝かしい未来への希望を表した曲でフィンランドの人々の心を激しく揺さぶりました。この翌年1900年にフィンランドはパリ万国博覧会に参加することになります。当時独立国ではなかったフィンランドがパリ万博に参加するというのは非常に意義のあるものでした。フィンランドとその音楽を国際社会にアピールするため、シベリウスはヘルシンキフィルのパリ万博遠征を支援します。そんな折にシベリウスに匿名の手紙が届きました。その手紙にはこんな風に書かれていました。ヘルシンキフィルのパリ万博遠征公演を飾る序曲のような作品を作られたらどうでしょう。すべてを突き抜けたその曲は、そう、フィンランディアと名付けられるべきです。シベリウスはこの手紙に従い、舞台劇歴史的情景のクライマックスで使用したフィンランドは目覚めるを独立した交響詩として作曲します。こうして出来上がったのが交響詩フィンランディアです。交響詩というのは管弦楽曲による表題音楽の一種で、詩的あるいは絵画的などの内容を表そうとするものと定義されています。誤解を恐れず簡単に言えばストーリー性のあるオーケストラ曲の一つと言えるかもしれません。この交響詩フィンランディアも物語のような作品です。フィンランディアの冒頭は苦難のモチーフと呼ばれるフレーズからスタートします。ロシアの圧政に押しつぶされそうな圧迫感のあるモチーフです。押さえつけられても何度も這い上がろうと繰り返します。そしてある時、鋭く短い闘争の呼びかけのモチーフが出てきます。金管楽器の音がまるで民衆を奮い立たせる合図のように暗闇を切り裂こうとします。
それでもなお苦難のモチーフが続きます。諦めずに金管楽器が何度も呼びかけると、ついに闘争のモチーフが登場します。力強く地面を踏みしめ行進するようなフレーズ、ついに民衆が立ち上がるのです。そして続けざまに勝利へ向かうモチーフが流れます。さて、このフィンランディアが作られた17年後の1917年、歴史的な出来事が起こります。ロシア革命によってロシア帝国が崩壊し、ソビエト政権が立ち上がりました。そしてフィンランドは悲願の国家独立を果たすのです。しかしその後、1939年に第二次世界大戦が勃発し、フィンランドもその渦中に巻き込まれます。ナチスドイツが勢力を増す中、ソビエト連邦はレニングラードの防衛を強めようとします。レニングラードはフィンランドの国境近くにあるソビエト連邦の第2の大都市でした。ソビエト連邦はレニングラードの防衛を理由にフィンランドに土地の交換を強引に提案しました。しかし交渉は決裂。ソビエト連邦とフィンランドの間に冬戦争が勃発しました。1940年には停戦しますが、その時結ばれた講和条約でフィンランドは国土の 10% にも相当する土地をソビエト連邦に奪われてしまうのです。そして1941年、とうとうドイツとソビエト連邦の戦争が本格化します。ソビエト連邦の侵略によって国家存続も危ぶまれていたフィンランドはドイツ側につき、この第二次世界大戦に参加することになったのです。そんな1941年、交響詩フィンランディアのメロディーの一部に歌詞が付けられます。作詞したのはフィンランドの詩人コスケン・ニエミでした。そしてシベリウス自身が一部のメロディーを合唱用に編曲します。こうして誕生した合唱曲フィンランディア賛歌は今でもフィンランド第二の国歌と言われるほど愛されています。そして曲はまた闘争のモチーフ、闘争の呼びかけのモチーフ、勝利へ向かうモチーフを挟んで華々しく展開されます。そしてクライマックスでフィンランディア賛歌が金管楽器で高らかに奏でられ、力強く終わります。さて、ここからは交響詩フィンランディアの3つの名演についてお話しします。1つ目の名演はこちら、ヘルベルト・フォン・カラヤンの指揮、ベルリンフィルハーモニー管弦楽団の演奏のフィンランディアです。この組み合わせはどれも素敵なんですけれども、この CD の解説にはこんなことが書かれています。
シベリウスは愛娘のエヴァに若い指揮者の中で私の音楽を最も深く理解しているのはカラヤンだと語った。またプロデューサーのウォルター・レックにはカラヤンは私の作品を理想的に表現してくれるただ一人の人だと書き送ったと書かれています。シベリウスがこのフィンランディアをどんな風に表現するのか、シベリウスの意図を知る上でもこの1枚最初に聞くのをお勧めします。2つ目の名演はこちら、2015年のウィーンフィルのサマーナイトコンサートで披露されたフィンランディアの演奏です。ズービンメータの指揮です。この2015年っていう年はシベリウスが生誕150周年という記念すべき年だったので、いろんなところでフィンランディアが演奏されていたんですね。その中でも世界屈指のウィーンフィルが大々的に行うサマーナイトコンサートで披露されたこのフィンランディアは本当に熱狂の渦に巻き込まれるという表現がぴったりな熱演になっています。ちなみにこの CD にはフィンランディアだけではなくてルドルフ・ブッフビンダーという超名ピアニストの演奏も入っているので、この2015年の CD おすすめです。そしてラストの3つ目は CD ではないんですが、皆さんにも馴染みのある東急ジルベスターコンサートの名演をご紹介したいです。こちらも生誕150周年の2015年を迎える大晦日のコンサートで披露されたフィンランディアです。指揮は山田和樹さん、演奏は東京フィルハーモニー交響楽団、そしてフィンランディア参加の部分は東京混声合唱団の合唱が入ります。東急ジルベスターコンサートはカウントダウンの曲の演奏終了と同時に新しい年を華々しく迎えるというキャッチーな演出が大晦日の風物詩になっています。このフィンランディアのクライマックスで迎えた2015年は本当に特別な年明けになりました。さて今回の動画はいかがでしたか？フィンランディアを作った作曲家シベリウスについて知りたいという方はぜひこちらの動画をご覧ください。そしてシベリウスは交響曲の作曲家としても名高い人物です。シベリウスの交響曲について詳しく知りたいという方はこちら、シベリウスの大ファン藤岡幸男マエストロが交響曲全曲を解説してくれている動画をご覧ください。厳選クラシックチャンネルではクラシックをもっと身近にをモットーに、こうした有名な楽曲の解説や作曲家の紹介、クラシック音楽の歴史の解説や演奏家の紹介などをしています。クラシックに興味がある、クラシックにもっと詳しくなりたいという方はぜひチャンネル登録をして一緒にクラシックのある生活を楽しみましょう。そして今日の動画が良かったという方はぜひグッドボタンを押してください。それではまた次の動画でお会いしましょう。ブラビー！